はいどうも幻想です。今日で8月も終わりということですけどもね、皆様いかがお過ごしでしょうかということでね、今日は目の前に栗そこらをね、ザザッと並べてみました。以前にもね、過去に何度かこの栗そこらはご紹介してるんですけども、素敵でね、気持ちいい。だから今日もね、何点かご紹介したいと思います。アフリカのコンゴですよね。アフリカ大陸を南北に分けると、ほぼ中心ぐらいにあるところですよね。コンゴで採掘されたマラカイト。ね、これと共生してる、栗そこら。栗そこらはマラカイトとね、共生するというか、同じにね、くっついて産出されることがほとんどなんですけども、これはね、マラカイトの、スカルということでね、あんま関係ないんですけどもね。スカルね、本当分かれますよね。好きな方、苦手な方って分かれるんですけども、今日はスカルじゃなくて、栗そこらの原石ということでね、素敵な子をご紹介したいと思います。で、今日もタイトルにね、人生を劇的に好転させる方法なんていうね、大げさなタイトルをまた付けておりますけども、この点につきましては後半でね、またお話の方はしたいと思います。そして今から、早速ね、栗そこらを何点か、3点から5点ぐらいね、ご紹介させていただいて、そして最後にね、また登場したいと思うんですけども、今月はまだ、この動画が3回目ということで、久々になりますから、多分ね、長い動画になっちゃうと思います。なので、ご興味がある方というか、お時間のある方は最後までね、お付き合いいただければいいですし、お時間がないよという方はね、もうすっ飛ばしていただいて、ただ、この栗そこらの商品の詳細のところまではね、見ていただきたいですよね。こんな石があるんだっていうね。綺麗だよねということでね、そこまでは見ていただきたいと思います。で、本当いつもお話ししてるんですけども、この映像からね、見ていただくだけでも石の魅力っていうのは、十分ね、伝わるとは思うんだけども、やっぱりね、現物を手の上に乗せて、ね、そしてエネルギーを感じて、そしてどこに置こうかなというね、家の中を想像していただいて、もちろん事務所でもいいし、お店でもいいんですけども、どこに置こうかな、あそこに置くと綺麗んじゃないかなとかね、あそこに置くと人の目につくよね、なんていうことを考えながら、そして想像しながら、石を見るのと映像からだけで見るのとでね、比較するとまた全然違いますから、お時間がある方は実際にお店に足を運んでいただいて、そしてお時間がない方、遠方の方でもね、来ていただく価値っていうのはたくさんありますから、珍しい原石がいっぱいありますからね、まったりとお店で時間を使っていただいて、そして石を見て楽しんでいただければいいと思います。で、あとね、今から詳細なところすぐお届けするんですけども、この動画のね、チャンネル登録がまだお済みじゃない方はね、ぜひこの期間にチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてコメントなり質問なりはね、どんどん送っていただければいいと思います。それでは今日はアフリカのコンゴで採掘された栗そこらドゥルージー状になっている栗そこらをね、今からご紹介させていただきたいと思います。それでは詳細なところをお届けしたいと思います。今回は栗そこら3点ほどご紹介したいと思います。まず1点目がこの子ですよね。今回はアフリカのコンゴですよね。アフリカの中央部、そこで採掘されたマラカイトとね、共生してるこのエメラルドグリーンがなんとも美しい。見てください、この結晶ね。ほんと可愛らしいですよね。色合いも最高です。見てるだけでも癒されますよね。これをね、1点目今ご紹介させていただいております。手の上にね、これぐらいに乗る子。これはね、オンラインショップに載ってる子ですよね。また型番載しときますからね。それで見ていただければいいと思います。こんな風に見えてる子。どうなってるんでしょうという感じでね、この表面の結晶がまた美しいですよね。つぶ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 しててね、ほんとドゥルージー状になってるね、水晶が微細にね張り付いたように見えるものをね、ドゥルージーって呼んだりするんですけども、この中にマラカイトがほんとつぶつぶねになって散りばめられてるというね、全体がキラキラしてほんと美しいですよね。見てるだけでも何とも言えないです。ユニークな形をしてますけどもね、置いていただいた時にこれはね、眺めていただくと幸せな気分になりますよね。落ち着いてきますよね。やはりこのブルーの色、グリーンの色というのはね、精神を落ち着けさせてくれる
色合いですから、見てるだけでもね、ニュートラルな気分になってきますし、次に向かうね、気持ちにもなってきたりしますよね。すごく美しいですね。キラキラですよね。こんな感じに見える子。裏がこうなっててね。裏も美しいですよね。ここもね。本当に。これが1点目の子です。これはオンラインショップに載ってますからね。また気になる方はそちらでね、詳細なところは見ていただければいいと思います。それでは2点目いってみたいと思います。そしてこれが2点目。この子はね、先ほどの子よりもだいぶ小さいんですけども、結晶が、これ見てくださいよ、これ。ねえ。この微細なところがほんとなんとも言えないです。ねえ。可愛らしいですよね。そして繊細ですからね、脆いですから力を入れてね、握ってしまうとボロボロとしてしまうとは思うんですけれども、もう芸術ですよね。この部分ね。マラカイトの部分も可愛らしいしね、この濃いグリーンがね、マラカイトの部分ですよね。こんな風に見える子。もうこれはね、ずっと見ていたいですよね。こんな感じに見えてる子。小さいですけど可愛らしいです。もうどこを見ても癒されるし、落ち着いてきますよね。色合いもそうですしね。今回はアフリカのね、コンゴで採掘されたクリソコラ3点だけご紹介しております。これが2点目の子になります。こんな風に見えてる子。可愛らしいです。繊細な子です。ね、そして結晶がまた美しい。ね、この部分とかほんともう最高ですよね。画面からでもね、十分分かっていただけるんではないかなと思いますよね。これが2点目の子になってます。そしてこれが3点目。ね、この子も小さいですけどね、指の上にちょこっと乗るタイプの原石になってますけども、なんともユニークな形で、また色合いが絶妙ですよね、これ。こんな風になってます。エメラルドグリーンと言っていいんでしょうかね。これはね、表現するのが難しい色合いですよね。美しい。見てるだけでもほんと気持ちいいですよね。このマラカイトの部分がまた可愛らしい。ね、こんな風になってる子。今回はアフリカのね、コンゴで採掘されたクリソコラ、ドゥルージー状になってるクリソコラですよね。表面にね、この細かい水晶がね、微細に散りばめられてるものをね、ドゥルージーって呼んだりしますけども、こんな風になってる子。可愛らしいですよね。お店にはね、まだまだたくさん原石があります。YouTube のショート動画の方ではね、毎日上げてたりするんですけども、オンラインショップにも1日ね、だいたい1個はね、今クリソコラシリーズということで上げてますから、気になる方はまたね、オンラインショップを見ていただければと思います。今回は3点だけですけどもね、ご紹介しております。同じようなタイプの子がいっぱいあります。指先にね、ちょこっと乗るタイプのものからね、大きなサイズの子までいっぱいありますからね、お時間がある方はぜひね、お店の方に見に来ていただければと思います。興味のある方はね、お電話をいただければと思います。こんな風になってる子、これが3点目ですよね。今回はアフリカのコンゴで採掘されたクリソコラ。原石ですよね。ドゥルージー状のクリソコラをね、3点だけご紹介させていただきました。それではね、最後、また少しね、登場してみたいと思います。ということでね、いかがだったでしょうかね。綺麗かったでしょうね。もう十分ね、魅力が伝わったんじゃないのかなと思うんですけども、どれをね、ご紹介したのかわからなくなってしまいましたけども、ちっちゃい子ね、ご紹介しましたよね。これご紹介したのかな、ご紹介しましたよね、これね。素敵でしょ。このね、微細な結晶が美しかったと思うんですよね。見てるだけで癒されるこのエメラルドグリーンっていうんですか。もう、たまらないですよね。本当にね、持ってない方、クリソコラを持ってない方はぜひこの機会にね、クリソコラ集めていただいたらいいんじゃないのかなと思います。もう一つ一つの表情がね、もう全く違います。当たり前といえば当たり前なんですけども、見てるだけでもう心がスーッとしてきますよね。素敵な子だと思いますね。左上かどこかにね、商品番号か何か載ってたと思いますので、それを見てお問い合わせをね、していただいてもいいし、
お店の方にね、来れる方はぜひね、来ていただいたらいいと思います。今回も台風言うててね、大阪は、なんなんだっていうね、感じで、良かったんですけどもね、あちこちでね、新幹線止まったり飛行機止まったりとかしてましたけども、最近ほんと早いですよね。事前にね、最近はもう突然変わったりしますから、なるべく早くね、そういうふうに、警報というか警戒というかね、していろんなものが止まっちゃったりするんですけども、来れる方はね、来ていただいて見ていただけたらいいんじゃないのかなと思います。もう飽きないですからね。どんだけ見ててもやっぱり石って飽きないですよね。ずっと見てられますよね。もう本当時間を忘れちゃうっていうのはそういうことなのかなと思うんですけどもね。本当不思議です。で、鉱物っていうのはこう肉眼でね見てるのと、そのルーペとかねこうで見るのとまた全然違いますからね。実際細かいところね見ていただいたらいいんじゃないのかなと思います。こう拡大するやつあるじゃないですか。ああいうので見ていただいたら本当ね、肉眼では見れない世界が広がってますからね。結晶は美しい、こんなものが撮れるんですからね。素敵ですよね。で、今日はクリソコラご紹介したんですけども、今日のタイトルが人生を劇的に好転させるね方法なんていう大げさなタイトルをつけてて、今までにも人間関係を改善する方法、フェナカイトのところだったかな、そんなんでお伝えしたりとかいろいろねしてるんですけども、その人生をねその好転させるって大げさな言い方なんですけども、だからなんだろうね、好転させるっていうのが今なんだろうね、そんなに、思い通りになってないというか、なんかトラブルが多いというか、なんか気持ちがモヤモヤするというか、なんかうまいこと言ってないんだよねっていうね、いつも同じようなところで引っかかっちゃうんだよねとか、結構同じことってループしませんかね。なんとなく言いたいこと分かるんじゃないのかなと思うんですけども、いつもなんか同じようなことになりませんね。うまくいく時もそうだし、うまくいかない時の方がやっぱりね残っちゃうと思うんで、うまくいかない時って少しね冷静というかこう判断というか分析していただくと、多分同じようなパターンで引っかかってることっていうのがほとんどじゃないのかなと思うんですよね。そのうまくいかなかった時っていうのはハマっちゃってますから、そこに視野も狭くなってるし、また失敗したというか、またうまいこといかんかったとか、なんでこんなんやねんみたいなことになってる時っていうのはなかなかね考えられなかったりするんだけど、少し一歩引いてね、違う自分でその起きてる事象というか目の前の出来事というかうまくいってないことっていうのを見ていただくと、俯瞰していただくと、多分3パターンぐらい、3パターンというかもうパターンが1個じゃないのかなと思うぐらい同じようなことでね大体詰まってるんじゃないのかなと思うんですよね。またこれかっていう、またこれかっていう、また破ってしまったっていうね、自分との約束もそうですけども、なんかそういうことって大概同じことでずっとループしてると思うんですよね。年単位、10年単位、何十年単位っていう場合もあると思うんですよね。もうずっとこれだよねっていうね。もう幼少時代が小学生の頃からずっとこれで悩んでるんですみたいな方もいるし、で僕なんか日頃ねここの場合は1回でね占い鑑定をさせていただいてるんですけども、いろんなね当然お悩み事相談っていうのがあるんですよね。で相談事、占いに来る相談事っていうのをね分類するとね、ちょっと今日は占いの話もね絡めてしていこうかなと思うんですけども、占い事の相談っていうのをねパターン化するとね面白い傾向がありまして、前々回ぐらいの動画でねアメジストドームを購入するときに一番多い質問相談事ベスト3なんていうのをねあげたんですけども、まだご覧になってない方はねまた見ていただけたらいいと思うんですけども、それと同じような感じで占いに来る方の相談で一番多いものは何なんだっていうとね、これね結論先に言うと人間関係なんですよ。人間関係ね。でその前段階としてご相談事として当然仕事のことがある、そしてお金のことがある、
そしてまあそのまま人間関係のことがある、恋愛のことがある、健康のことがある、あと何がありますか？健康でしょ、恋愛でしょ、仕事でしょ。まあ仕事とお金ってよくまあねくっついてるみたいなもんですけども、仕事があるでしょっていくとね、大きくまず分けると、健康か人間関係か仕事か、これぐらいじゃないですか、ベスト3でいくと。そうですよね。まず健康のことですよね。まあ自分の健康もそうだし、家族の健康もそうだし、当然じいちゃんばあちゃんの健康とか、まあいろんな健康がありますよね。ね。健康ね。健康がある。で、お仕事ですよね。で、お仕事っていうところ、まあ健康はね、まあ大体健康なんです。まあそのまま健康の相談なんですけども、お仕事っていうところでいくと、例えば何かご商売なんかをしてて、こんな風にしたい、あんな風にしたい、今度あそこに事務所を建てるんだとか、今度新しいところで、新しい分野に入ろうとしてるんだけどもどうなのかなとか、まあいろんなことがありますよね。今度、こういうことに挑戦しようと思うんだけどもどうかな、時期はどうかなとか、とかっていうことがまあある。で、あとお仕事っていう分類の中には、その中に人間関係があったりしますよ。仕事のことなんですって、相談に来られるんだけども、相談内容を詳しく聞いてみると、会社の上司との関係性とか、これって仕事なんだけども、人間関係でしょ。で、よくよく聞いてみると、会社の中での同僚との、なんかこうね、関係性がうまいこといかないとか、これ人間関係ですよね。仕事っていうことで来てるんだけども、話を聞いてみると、お客さんとの関係性とか、ね、本部の人間との関係性とか、なんかいろいろありますよね。こんなんて人間関係でしょ。ですよね。だから仕事でしょ、健康でしょ。で、仕事なんだけども、まあ人間関係もあったりする。で、人間関係でいくと、そのまま人間関係ですよね。旦那さんとのこと、奥さんとのこと、そして子供のこととかね、もあったりする。まあ、あと、そうか、子供の進路のことなんていうのもあるか。ね。まあ、細かく言えばあるんだけども、大きく分けると、健康、そして、仕事、人間関係って多分この3つぐらいに分かれるんですよね。大きな分類でいくとね。そして今日は人生を劇的に好転させるっていうことなんですけども、なんかややこしい話をしてますけどもね、ちょっとついてきていただきたいんですけど、興味ない方はすっ飛ばしていただいたらいいと思うんだけども、人生を劇的に好転させるっていうことなんですけども、好転させるためにはどうしたらいいんだっていうとね、これね、まず健康っていうところでいくと、まあ当然さっき言ったみたいに健康と、仕事と人間関係が大きな分類だとする、トップ3だとするならば、これがうまいこといけば人生好転するわけですよね。これで悩んでる方が多いわけですから。ね、悩み事がなくなると、気分も良くなるし、なんか人生好転してくるじゃないですか。ね。ということですよね、多分ね。悩み事がないんだから人生好転していきますよね。とか、絶好調ですよね。まあ、好転かどうかっていうのはわからないけども、絶好調になりますよね。悩んでることがないわけだから。毎日が楽しいわけですよね。これ最高な状態じゃないですか。楽しいんだから。でも、この3つで悩まされるわけじゃないですか。健康、そして仕事、人間関係で悩んでる。だからこの3つがなくなればいいんだけども、まず健康っていうところでいくと、健康もね、実はね、人間関係が改善すると、劇的に健康の不安ってなくなっていくんですよ。なんでかっていうと、人間関係のストレスでしんどくなるでしょ。今日会社行かんとこうかなとか、ね、あの人と会うの嫌だなとか、ね、なると、やっぱりね、体調が悪くなっていく。ね、ストレスも溜まっていく。そして、鬱みたいになっちゃうこともありますよね。人間関係がこじれていくとね。まあ、この人間関係の中には先ほど言ったみたいに、当然ご家族の人間関係もあれば、職場での人間関係もあるし、友達との人間関係もあるし、何か自分が所属してるそのクラブというか、まあサークルというか、遊び仲間というか、まあいろんな、そのグループがありますよね。今の時代っていうのはね。で、そことの人間関係もある。
で、それがうまいこといかないと、やっぱりね、なんでかっていうと、私たちの体っていうのは何でできてるかっていうと、まず食べ物ですよね。今お客様がね、来られて一旦中断してまた再開してるんですけども、だからね、ちょっとディスプレイ、並べ方がね、どうだったのかっていうのがわからなくて、さっきこんな感じだったんだろうなという感じでね、並べてるんですけど、またね、再開していきたいと思います。で、どこまで話してたのかっていうと、食べるもので、私たちの体っていうのは食べたものでできてるよねっていうお話を多分してたと思うんですよね。で、食べたもので当然ね、そこから各臓器が栄養を吸収してね、不要なものを排出してっていうことで僕たちの体はできてるっていうのはまあ理解できると思うんですよね。その通りだと思うんですね。食べたもので体はできてるっていうことなんですけども、じゃあその食べるものが僕なんかは食べるものっていうものに、すごいっていう言い方また変な言い方なんですけども、こだわってまして、動画の中でも何度かお話はしたことあるんですけども、結構ストイックにこだわってるんですよね。その値段が高いとかそういうことではなくて、素材のいいものっていうことで、普通スーパーでは買わないんですけども、そんな話はいいとして、こだわってるものを仮にじゃあ食べてるとするじゃないですか。体に優しいもの、体にいいものを食べてるよってね、それで体ができてるんだからねっていうことで、じゃあそのこだわってるもの、体に優しいものを食べてるとすると、じゃあ病気にならないのかっていう話になるんですけどもね、これまたね別なんですよね。こんなね話もあるんですけども、例えばその健康にねすごい気を使ってる方、健康のことを気にしてる方ね、ジョギングしたり運動したり、食べるものも気をつけてっていう方がいた時に、そういう方が病気になったりするじゃないですか。仮になんか早く亡くなっちゃうことなんていうのも結構多くて、じゃあなんですよ。でその時によく出る話というか聞く話がね、あの方あんなに健康に気をつけてたのにねとか、あんなにいいもの食べてるのにねとか、あんなにこだわってるのにねって病気になっちゃうんだなんていう話があったりするわけですよね。でこれってね、確かにそうなんですけども、じゃあそのこだわったものを食べてると病気にならないのか長生きするのかっていうのとはまた別問題で、次にあるのがじゃあどういう思考で生きてるのかっていう、ここもすごく大事なんですよね。例えばこだわったものを食べてるよって、体に優しいものを食べてるよ、いいものを食べてるよ、じゃあ病気にならないのかっていうことじゃなくて、その方がじゃあ日頃どういう思考、考え方で物事を捉えてるのか、日々を生活してるのかっていう、この2つで私たちの体っていうのはできてるんですよね。だからいいものを食べてても、体に優しいものを食べてても、すごい日頃からね、なんか人の悪口を言ったりであるとか、後ろ向きに考える癖、パターンがある方、何でもなんかマイナスに捉えちゃう方、マイナスに捉えるのが別にダメじゃないんですよ。この動画の中でも何度も言ってますけども、マイナスに捉えるのがダメなわけじゃなくて、そればっかりになるとよろしくないよねっていうことなんですよね。怒りもそうですよね。何かあった時に人っていうのはムカッとするじゃないですか。当たり前ですよね。怒りっていうのは出るわけですよ。ただそれをなんか怒りとのね付き合い方が分かってて、すぐねクールダウンできる方と、それがもうずっと持続する方、中にはもう何十年も怒ってる方もいらっしゃいますよね。もういいんじゃないのなんていうねこともあったりしますよね。昔のあのことが許せなくてとかね、なんかもう年配の方でも小学生時代のこととかねなんかいじめられたこととかまだ言ってる方もいたりとか、もういいんじゃないのなんて思ったりもしますよね。相手はもう全然忘れてますからね。覚えてるのはこっちだけですからね。言ってる方が病気になりますよね。でマイナスなこと、今も言いましたけど、マイナスなことを思うのがダメなんじゃなくて、マイナスのことを考えるのもダメなんじゃなくて、それを引きずるのがよろしくないよねっていう話をしてるんですけども、例えば誰かにね嫌なことをされたと、ちょっと話ずれてますよそれてますけども、なんか人に嫌がらせをされたとするじゃないですか。でそのことをずーっと根に持ってずーっと思ってるとするじゃないですか。もうあの時にねあの人に、A 子さんに A ちゃんにあんなこと言われて、それがねもうそれ以来トラウマになっちゃって、もう頭から離れなくてみたいなことをずっと言ってる人いるんですけども、やっぱりそういうね
何につけてもそういう昔されたこととかなんか嫌なこととかっていうのをずっと引きずって、ことあるごとにそれを持ち出してそこに結びつけて、何でもこうひねくって考えたりであるとか、後ろ向きに考えたりであるとか、悲願で考えちゃったりしてると、やっぱりね、いいことは起きないですよね。悪いことばっかり考えてるんですから。で、相手の方、言った方っていうのはもう50年前とかにね、言ったことを相手は覚えてないですから、その方には悪いこと起きないんですよ。言った方は悪いこと起きなくて、言われた方に悪いことが起きるってね、言われ損なんていうこともありますからね。もうそういうのはね、こうパシッとね、どこかの段階で、こう水に流すじゃないけども、その感情と寄り添って、そしてクールダウンさせて、違う方向にね、考えていくことを考えていった方がいいんだけども、まあ何の話をしてたかっていうと、だから体っていうのは食べるもので、食べるものと、そして私たちの思考、考え方、そして行動パターンでできてるよっていうことですよね。それで今の自分がいるわけですよね。だからいいものを食べててもマイナスなことばっかり思ってる、考えちゃってる、怒りばっかり日頃があるってなると病気になりますよね。でほとんどの病気っていうのはストレスが原因ですから、ストレスで血液がドロドロになる、すると血液の流れが悪くなる、すると各臓器がに血液がいかなくなる、狭窄するとか、いろんなことが起きて、ね、心筋梗塞になったりであるとか、脳梗塞になっちゃったりであるとか、手足がしびれたりであるとか、いろんな各全部の臓器ね、60兆億ある臓器の中に血液がいかなくなると、やっぱり不具合が起きますよね。じゃあ血液の流れがなんで悪くなるのか。当然食べ物もあるんだけども、考え方、そしてストレスなんていうことが原因になって病気になっちゃったりするねっていうことですよね。で健康も人間関係ですよねっていう話を多分してたと思うんですよね。でどういうことなのかっていうと、なんとなくわかると思うんですけども、人間関係が先ほども言いましたけども、あんまりうまいこと言ってないとストレスがたまる。でストレスがたまると血液がドロドロになる。でドロドロになると病気になるっていう、なんていうのかな、ものすごく簡単に言ってますよ。専門家の方が仮に見た場合なんてものすごいお叱りを受けちゃうのかもわかんないんだけども、それだけじゃないんだけども、簡単なそういうなんか流れがあった場合に、じゃあ人間関係を良くすると血液もドロドロにならないし、ドロドロにならないし、病気にもならないしっていうことの流れが成立するわけじゃないですか。なんとなくわかります？言ってることなんとなくわかりますよね。ということで、やっぱりね、人間関係、人との関係性っていうのが良好だと、体もね、元気だし楽しいんですよね。ただなんですけども、これ難しいんですけども、じゃあ思考が前向きだと病気にならないのかっていうとね、なんていうのかな、その思考の元になるの、体を作ってるもののベースはやっぱり食べ物なんですよね。だから食べ物の話をしだすとまたとんでもなく長くなるし、これを言い出すとね、やっぱりね、反感を食らう難しいんですよ。宗教の問題じゃないけど、宗教のお話であるとか、食べ物のお話であるとか、政治のお話なんていうところでいくとね、なかなかね、寄り添う部分がなかったりであるとか、ヒートアップしていく場合もありますからね。あとご先祖供養のことなんていうのもあるんですけど、そんなことは置いといたとして、だからじゃあ前向きな思考を作ればいいんでしょっていう話なんだけど、前向きな思考を作るための肥料になるのが食べ物だったりするわけですよね。わかりますかね。だから体に優しいものね、安全なもの、安心なもの、ね、そういうものを心がけて食べるようにする、取るようにすると前向きな思考になりやすいというか、前向きな思考になるためのベースができるっていうことなんですよね。食べるものでね。そして前向きな思考ができると人間関係が好転してくる。で人間関係が好転してくると体も元気になってくる。病気にもなりづらいよねっていうことでいくと、健康も人間関係なんですよ。ちょっと回りくどくてようやく戻ってきましたけどもね、わかりますかね。健康も人間関係なんですよね。三大多い
占いの時の相談の一つ、健康のお話っていうのも人間関係がものすごく影響してる。当然人間関係の中には彼氏とのこともありますよ、友達とのこともある、親子関係なんていうのもある、親戚関係もある、旦那のその両親との関係性もある、じいちゃんばあちゃんもある、いっぱいありますよね。学生の方であれば先生、友達、部活に行けば先輩後輩、もういろんな関係性がありますよね。得意先の方、お店されてる方だったらお客さんとの関係性、全部人間関係ですよね。でもう一つ踏み込んでいくと熱くなってきましたからね唾が出ますよね。もうちょっとだけ踏み込んでいくと、人間関係、人とのその対自分と対相手と自分との人間関係もそうなんですけど、これね、もうちょっと踏み込むとね、自分自身とのことも人間関係って言えるんですよね。自分とのこと、自分との約束っていうんですかね。なんか決まり事を決め事をする、よしこうしよう、ダイエットをしようなんていうねことでもいいですけども、なかなか破っちゃうとかね、運動しようなんて言っても破っちゃう、これをしようあれをしよう今度からこうしようってみんなね、日々選択して取り決めっていうのをされる方もいらっしゃるんだけども、そのもう一人の自分との約束、もう一人の自分との関係性っていうものも、これも人間関係なんですよね。だからここも難しいんですよ。誰かとのことっていうのも当然人間関係、これは分かりやすいですよね。そうじゃなくて、もう一人の自分、ね、との人間関係っていうのもあるんですよね。ここが難しいし、難しいんだけども、結構ここがキーポイントだったりするんですよね。もう一人の自分ってね、ちょっと怖い話になってきてますけどね、わけのわからない話になってますけど、もう一人の自分がいるんですよ、ここにね。そっくりだね、そっくりなのは嫌かもわかんないですけどね、もっとかっこよくしてよとか、もっと可愛くしてよっていう話があるのかもわかんないですけど、もう一人の自分がいる、ね、でこいつとの約束っていうね、こいつとの関係性が難しいんですよね、なかなかね。でもう一人の自分っていうのはすごく素直なんですよね。アラジンと魔法のランプのジーニーみたいなもんですよ。すごい力を持ってるね。でものすごい素直、こことの人間関係が難しいですよね。どうしていくのか、そいつとの約束事ですよね。それをどうしていくのかって、ここをクリアするのがね、人生好転させるポイントだったりするんですけども、ここはまたね、別の機会に話せたらいいなと思うんですけど、でもう一つあるのが、今度はね、なんていうのかな、神事される方ね、神様とか、まあ仏様でも何でもいいんだけども、神様にお願いしたりする方もいらっしゃるでしょね。今日来られてたお客様なんかっていうのは、まあ、最近ね、神事というか神様のことになんかこうね、シフトされてるみたいなんですけど、昔はもうね、それこそ神なんてあったもんじゃねえっていうことでねなんだ神なんてっていうふうに思われてた方みたいなんですよね。まあそういう方って結構いらっしゃると思うんですよ。初詣なんか行かねえよっていうね、何が神さんなんだみたいなね、俺は俺だみたいな方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、それはそれで全然 OK なことなんですよね。別に初詣行かないといけないわけじゃいけないし、行かないといけないわけじゃないってことかな。だし、別に神様に手を合わせなくちゃいけないわけでもないし、別に家に神棚がないとダメなのかって言ったらそういうわけでもないし、まあ別に何でもいいんですけども、神様に困った時の神頼みなんていうのがあったりするんですけど、また話それてますけども、困った時の神頼みじゃあダメだよみたいな話もあったりするんですよね。困った時の神頼みみたいだよねとかね、そんなんじゃみたいな話あるんですけど、でも本当に困った時って神様しかお願いする人いなかったりするでしょ。いなかったりするじゃないですか。だから困った時の神頼みでも僕は全然いいと思うんだけども、何が言いたいのかっていうと、そのもう一人の自分じゃなくて神様との約束というか決め事というかね、そういうものと、まあそこもね、人間関係と僕はね、結構大きなグループでは神様との自分も人間関係に入って、まあ神様は当然人間じゃないんですけども、人間じゃないんだけども、もう一人の自分と同じような感じの位置づけでいくと、神様との関係性、神様との決め事、約束事、神様に誓ったこと、こうします、今度からこうします、こうなったらこうしますみたいなことみんな言うじゃないですか。でも平気で見てないんで破りますよね破りますよね。破るの僕だけかもわかんないんですけど、平気で破っちゃうじゃないですか。神様もう助けてくださいってね、今度こそこうしますからとかね、これがこうなってこうなったらこうしますからねみたいなことを言うんだけども、うまい具合に神様が取り計らってくれたのに、それに対して約束事を守らないというかね
いらっしゃいません？僕だけかな？わかんないですけどね。そことの人間関係もあるわけですよ。それも人間関係って呼んでいいと思うんですよね。だからまあ話を戻すと、健康も人間関係ですよってことなんですよね。で、仕事、健康と何言ってた？仕事、健康と仕事と何て言ってましたかね。なんか3つ言ってましたよね。仕事か。まあ仕事行きましょうか。で、仕事っていうのは人間関係の延長線上じゃないですか。これは分かりやすいですよね。健康と人間関係っていうのもなんとなく分かると思うんだけど、仕事と人間関係っていうのは直結しますよね。もう全部そうじゃないですか。例えば営業されてる方なんていうのも分かると思うんですよね。営業、もう人間関係ですよね。自分を気に入ってもらえるかどうなのかなんていうのは人間関係だったりしますよね。商品を売り込む前に自分を売り込むんだみたいな話もあったりしますけど、まあ当然そうですよね。もちろんもう確固たる地位を築いた商品、もう誰もが知ってる商品なんていう場合はそこまでね、営業マンの力っていうのは関係ないのかもわかんないんだけども、そういうものじゃない場合っていうのは、じゃあ何を売り込むの？商品を売り込んだとしてもなかなかその商品っていうのは知られてなかったりするわけじゃないですかね。例えばまあ目の前にね、クリスコラのこういう原石がある、クリスコラのこの石いいんですよって、綺麗でしょって言ってもね、石に興味がある方だったらなんとなくわかるかもわかんないですけど、石に全く興味のない方とかだったら何それってね、なんか緑の何それっていうことじゃないですかね。石っていうことでしょ。でいくらすんのって、これ8800円なんて、8800円っていう話じゃないですか。石が8000円もすんのっていうことでしょ。興味ない方にしたらこれでいいと思うんですよ。悪くないんですよ。でそういう相手にこれを売り込まなくちゃいけない時っていうのはどうするのかっていうと、僕の人間性しかないわけですよね。当然そうですね。興味ないんだから相手これね、何それ8000円もするなんか緑の石いらないよそんなのっていう話ですよね。でも僕がああでもないこうでもないって言うわけですよね。セールストークを繰り返すわけですよね。いいよって、これが綺麗でねって、この結晶がすごくてねなんていう話したって、結晶ってなんだよみたいな話になったりとかするわけでしょ。でそういうことはああでもないこうでもないって言いながらね、汗拭きながらこう、セールスしながら分かってもらったりするっていうのは僕の人間性しかないわけじゃないですか。もう人間関係ですよね。気に入ってもらえるかどうかっていうのはね、もちろんそうですよね。だから仕事っていうのも人間関係ですよね。で一番最初も言いましたけども、仕事っていうふうにご相談に来られても、仕事の中での人間、上司との関係性とか部下の関係性とか、今度こんなことを提案したいんだけどもなかなか、受け入れてくれないんですよねとか、いろんな会社内でのこともあるんだけども、人が関わってることがほとんどでしょ。でそれでいくとやっぱ人間関係じゃないですか。自分が気に入ってもらえるのかどうなのか、あの上司に私が気に入ってもらえるのかどうなのかっていうことも人間関係でしょ。でいくと健康も人間関係だし、仕事も人間関係だしっていうことですよね。で初め3つ何言ったのかもう忘れちゃいましたけども、恋愛っていう相談があったとしても、これももちろん人間関係ですよね。恋愛もね、相手に気に入ってもらえるのかどうか、相手との関係性、ご夫婦の関係性も人間関係ですよね。夫婦関係っていうのはもちろん人間関係ですよね。相手がいるわけですからね。子供さんとのことも人間関係だしっていうと人間関係でしょ。であと何がありますか？仕事でしょ、恋愛でしょ、仕事でしょ、健康でしょ、仕事でしょ、あと何か言ってましたよね。なんだろう、仕事、人間関係、なんか忘れちゃいましたけど、全部ね、人間関係なんですよね。だから最初言ってたものが、人間関係が改善するとほとんどがねうまいこといくんですよ。ベースに隠されてるのはやっぱり人間関係、自分との人間性もそうですよ。神様との関係性も人間関係ね、今言ったみたいにね。ということで全ての問題、人生を好転させるためには人間関係を改善する、人間関係を見つめ直してみるっていう機会を持つっていうのがまず大前提なんですよ。これでガラッと変わります。なんかうまいこといかない、なんかうまいこといかない、なんでなんだろうって、人間関係を変えてみてください。なんでうまいこといかないのかをちょっとね振り返って考える時間を持っていただきたいんですよね。ただこの動画はね、あんまりその小学生とか中学生とか高校生っていうのはご覧になることはないと思うんだけども、
若い時っていうのはね、なかなかね、もう人間関係ど真ん中の中に生きてるじゃないですか、学生時代って。もう学校が全てでしょ。で行くと、そこでねちょっとこう歯車が狂っちゃうと、もうこれはね大変だったりするじゃないですか。だから今言ってきたようなお話もなかなかね、その振り返るとか見つめ直すとか、そのなかなか難しかったりするし、誰に相談するんだっていう話になったところで、親に言っても親がその人間関係で悩んでますからね、親の答えなんか期待できないじゃないですか。だって親がうまいこといかなくて人間関係で悩んでてね、なのに子供に何のアドバイスするのっていう話ですから、なかなか難しい。だから学生さんの場合はね、本当大変ですね。だからまあね、なんだろうね、うちのお店ってね、今って言ったらもう 7,8 年になるんですけど、4階に上がってきましたから、なかなかね通りがかりの人がバーッと入ってきたりっていうことが少なくなったんですけども、それこそ昔、っていうのはもう通りにありましたから、小学生とかもバンバン入ってくるんですよ。中学生も入ってくるし、高校生も入ってくるしで、結構ね僕なんか子供に好かれるみたいでね、もうほんと毎日ね遊びに来る子とかいたんですよね。でいろんな話ねしてくれるんですよね。お母さんのこととかね、友達のこととかいろんなことを話してくれるんだけども、まあねまあそんな風に話せる方がねそばにいればまた別なんでしょうけども、なかなかね本当ちっちゃい子っていうのは大変だと思います。学生さんっていうのは大変だと思うけども、でもね学生でも大人でもこの今私が言ってきたことっていうのはもうそのまま通用しますから、そのままなんだけども、ちびっこはねなかなか難しかったりするからね、そこはねやっぱり親御さんが寄り添うしかないかなと思いますよね。先生にそこまで求めるっていうのも今の時代は難しいかもわかんないし、だから親御さんがねやっぱりほんとちっちゃい時、学生時代の間っていうのはねできるだけ寄り添うね時間っていうものを作っていただいて、もうなんとか分かるでしょ、日頃寄り添ってたら空気感で、なんかあるなって分かるじゃないですか。目の開きぐらい、目の色、そして顔の表情、言葉のトーン、そして返事の間合い、帰ってくる時間、家での行動パターン、まあ今だったら LINE とかでやり取りするのかな、親子でね。で LINE のその帰ってくる感覚、 LINE に書かれてる文章のその内容、スタンプの、内容とか分かるでしょ、見てたら。そしたら早めにね、まあ自分が人間関係で悩んでるのはまあ分かるんだけども、その親が自分の人間関係で悩んでる中に子供との関係性も入ってきてるわけですから、親にとっても子供さんとの人間関係、いっぱいある人間関係の中の一つを改善するっていうのは親御さんにとっても楽になることですからね。子供にとってはもちろんもう絶対的なこと、 100% のことなんだけど、子供からすると、親からするとたくさんの悩み事の中の一つに子供さんとの関係性ってあったりするわけじゃないですか。だからそこの一つを改善すると結構ね、スルスルっと他も改善したりすることも多かったりするんで、向き合っていただきたいね。子供様がいらっしゃる方で、小さいお子様がいらっしゃる方はね、そこと向き合って寄り添ってっていうね、子供はサインを絶対出してますからね。だって頼れる相手って親しかいないんですから、ちっちゃい時ってサインを出してます。でサインを見逃すから他に行っちゃうわけですよね。まあ難しいけどね、そんな感じでね、子供さんがいらっしゃる方は子供さんの抱えてる人間関係のなんていうのかな、うまいこと言ってないところをね、今言ったような話の中からヒントを得ていただいてね、改善してもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。でまた話がそれてますけども、だから占いでのこと、健康もそうだし、それこそ人間関係もそうだし、健康、人間関係、仕事って言ってたのか、そうですよね、この3つって言ってたんですよね。まあ人間関係はそのまま人間関係なんですけど、だからこの3つのベースにあるのは全て人間関係だから、ここが改善すると人生が劇的に改善するんですよ。これ本当です。そこを見つめる癖をつけるだけでも流れって変わってくると思います。あれって最近なんか
いいこと起きるよねとかね、まあいいことじゃなくてもいいんだけども、なんか最近楽になってきたよね毎日がっていうねことになったりすることもあるんで、いいんじゃないのかなと思いますよね。でこの人間関係を劇的に人生を劇的に好転させる方法ということで今日タイトルをつけてるんですけども、長くなってますけども、その劇的に好転させる方法の中にだからどうしたらいいのかっていうと、人間関係を、好転させたらいいわけですよね。人生を劇的に好転させるための方法は何ですかっていうと、人間関係を好転させればいいわけですよ。人間関係が良くなれば人生が劇的に良くなるわけですよ。わかりますね。だってその仕事、人間関係、健康、ここが人間関係が良くなると良くなる、この大きな3つが良くなるから人生が劇的に好転する。じゃあ人間関係を良くするためにはどうするのかっていうとね、これね動画の中でも今までにもね何度かお話はしておりますどこで喋ったのかは分かりません分からないんですけども、結構喋ってます、あっちこっちで動画の中でも。でその中でもねお話ししたことがあるんですけどもね、幸せの倍返し、結構これもいいですね。で人間関係を好転させる時対相手がいる時にね妬みとか嫉妬っていう感覚ね、気持ちねあったりするじゃないですか。ないよっていう方はもうこれはいないですね。以前の動画でも言いましたけど、妬みとか嫉妬がない方っていうのはないように思ってる方っていう言い方をした方がいいのかもわかんないですよね、この人にはないけどもこっちの人が出ていたらもしかしたら出てくるかもわかんないからね。今ないだけかもわかんないですよね。もしかしたらこっちの人がなんかうまいこと言ったりすると普段感じてないのに妬みとか嫉妬が出てくるかもわかんないじゃないですか。だから今はないっていうことなんです。今はないっていうね。ただ本当にどんな状況になってもない方っていうのは以前も言いましたけど、うまい具合に大人になれた方ですよね。そういう気持ちと寄り添って向き合って、そしてね気持ちの切り替え方っていうのを学んだ方というか習得した方というか、スッとそういう感覚が入ってきた方っていうのはうまい具合に大人になれた方ですから、妬み嫉妬っていうのが少ないのかもわかんないけど基本はありますから、そういう感覚を気持ちをお持ちの方もね自分に嫌悪感を抱く必要っていうのはないと思うんですよね。今朝もやってましたけども、僕はスポーツでよく例えることが多いんですけども、大谷選手が42本のホームランで42盗塁っていうね、40-40でも大リーグ始まって以来なんか5人ぐらいって言ってたのかな、なんか忘れちゃいましたけども、すごい少ないんでしょ。40本のホームランで40盗塁なんていうのはねすごいんだけど、それが42の42っていうことでね、50の50にいけんじゃないのかって言ってますけど、まあそれはどうなのか分かんないんですけど、何の話をしてるのかっていうと、もう世界的に活躍してる人で誰でも知ってる人ねの成功とかうまいこと言ってることっていうのは温かく見守るっていうのも変な言い方なんですけど、応援心別、するかどうかも別なんですけど、で何とも思わないってことですよ。ああそうなんだって、で興味がない方だったらああそうなんだっていうことですよね。すごいねっていうことで応援してる方だったら頑張ってねっていうことだと思うし、別にそんなになんかざわつかないですよね。ところが会社の同僚の A 子にすごいかっこいい彼氏ができたなんていうと急になんかね何なんていうね妬みとか嫉妬が出てきたりするわけじゃないですか。これはね嫌な感覚じゃなくて当たり前ですから、そこまで自分を卑下することはないんですけども、何の話をしようと思ってるのか分からなくなってきましたけどねそうで妬みとか嫉妬が出てくる感覚っていうのは別におかしいことではないんだけども、誰かが幸せになってきた時、誰かが楽しんでる時ね、誰かがの人生がうまくいきだした時ね、今の時代っていうのはやっぱり SNS の時代ですから、もうバンバン上がってくるわけですよ。人のが楽しんでる様子とか、あそこに行ってきたよとか、ここで美味しいもの食べたよってね、高級レストランに行ったりとか、すごいいい場所に行ったりであるとか、彼氏と行ってたりであるとか、旦那さんと行ってたりであるとか、みんなで行ってたりとかっていうその映像とかね、そして動画とか声になってまたね追い打ちをかけるようになんか楽しいことがこう入ってくるじゃないですか。こう遮断しようとしてても入ってくるっていうかね、完全に遮断しようと思うとインターネットをもう全くやらないっていうのはまた一つなんですけども、
できないことはないけどもね、ちょっとなかなかね、LINE なんていうのが、日常のその連絡事項のツールになってる場合なんていうのもあるじゃないですか。だから LINE をやらないって言っても、それをやらないとダメな場合もあるみたいなこともね、あったりするようなんで、僕なんかは完全に無視するんですけど、無視じゃ済まないよっていう方もたくさんいらっしゃいますから、なかなか難しいんですけどもね、だからそういう時に幸せの倍返しっていう人間関係を好転させる方法の一つに、幸せをの倍返しっていうのがあるんですよね。で、何なのかっていうと、その人のね、幸せを願えばいいんですよ、ね、その人が幸せになりますようにっていうことを願って、嫌いなやつの幸せを願うってことですよ、簡単に言うとね。もう腹立つやつね、もうこれ以上いいか、嫌なやつの幸せを願うってことですよね、がいいんですけども、なかなか思えないじゃないですか。嫌いなやつだから、嫌いなやつの幸せなんか思えないでしょ。嫌いなんだからね、なんとか足引っ張ってやろうと考えてるようなやつの幸せなんか願えないんですよ。普通です、これがね。なんでその時にその人の幸せを願うことによって、もしかすると私にもその幸せが倍になって帰ってくるかもねっていうふうに思える癖をちょっとつけるってことなんですよ。転換するっていうことなんですよ。例えば何々さんが、よかったねって、ね、何かあった時によかったねって、幸せになってる姿を見て、よく楽しそうだねって、よかったね、私にもっと素敵なこと、それ以上に素敵なことが倍になって起きるかもねっていうふうに考える癖をつけるってことなんです、これ結構効きます。これも訓練が必要です。すぐにそう思えないし、なかなかね腑に落ちないとこれできません。これも訓練が必要ですけど、腑に落ちると、やってみると意外とね、楽になります。妬み嫉妬が出てきた時にこれをやると、いい彼氏ができたんだって、よかったねって、でも私もっと素敵な彼氏が私にできるかもねってなると、なんかね、ニヤついてくるんですよ。なんかニタニタしてくるみたいなね。で、周りから何ニヤついてんのって言われるぐらいになるとね、もうほんまもんですよね。それぐらい自分を騙せたってことですからね、ほんまもんですけども、そんな風に、誰々がうまいこと言ってる、うまいこと言って、よかったねって、でもっといいことが私に倍になって訪れるかもねっていうことなんですね。かもねなんで、実際は起きないかもわかんないです。いい加減なこと言ってますけど、起きないかもわかんないけども、そう思うことが大事ですよってことなんですよ。素敵ですよねってことなんですよね。だって倍になって起きるとラッキーでしょ、嬉しいでしょ、幸せの倍返し、これ結構効くんですよね。で、もう一つは2つ目ね、人生を劇的に好転させる方法、2つ目はね、人間関係を改善すると人生が劇的に改善するんで、人間関係を改善するための方法2つ目っていうのはね、無視をするってことなんですね。無視をする。もうね、会わないってことですよ。もう物理的に、もう嫌いなやつとは会わない、もう喋らない、もうこれも効きます。ただなんですよ。ただ先ほど言ったみたいに、学生さんたち、ちびっ子たちっていうのはなかなかそれもできないし、絶対できない環境の方もいらっしゃるじゃないですか。お前そんなこと言ったって会社の部長とこのことを無視するなんてできないだろうって。いや、その通りなんですよ。そういう人の場合だからこれは使えないんですよ。使える方はもうこれを使ってください。これ最大限に効きます。もう無視をする、ほったらかすってことですよね。合わない、もう存在を消す。だって自分が嫌ってるということは相手も嫌ってますからね。自分が苦手だと思ってることは相手も苦手だと思ってますから、苦手同士が合うわけでしょね。それはなんか変な空気感になりますよね。話も盛り上がらないし、するとね、もう物理的に離れるね、もう無視する。これ意外と効きます。そういう方法が取れる方ですよ。取れない方はどうしようもないからね。取れない方はさっき言ったみたいに1番目の幸せの倍返しをするとかね。だってね、これね、ほんと難しいんですけど、人間関係って、何が難しいのかっていうと、例えばなんですけども、ものすごく長くなってますよね。お時間がある方はね、最後まで付き合っていただきたいんですけども、人間関係何が難しいかっていうとね、例えばさっきも言いましたけども、この石ね、僕なんかは綺麗だと思うんですよ。これね、微細な結晶がいっぱいあってね、もうそれこそ何時間でも見ていられるんですよ。別に喋らなくてもね、このままずーっと3時間動画流しながら僕これ眺めるだけでもいいぐらい
なんですよ別にね。ずーっとこうやって綺麗ですよ。で何が言いたいのかっていうと、これは綺麗と、これを綺麗と思うのは僕がこれを綺麗と思いたいから綺麗と思うんですよ。なんかわかります？言ってること。で先ほど言ったみたいに興味がない方からしたらこんなものもう何にも興味がないわけですよ。何それって、それが何千円もするのっていう、何それっていう、もうそれこそ全く土俵にも上がらないんですよ。もう何それってことなんですよね。これ何でも一緒なんですよ。例えばね、僕今犬飼ってないんですけど、犬大好きなんですよ。ワンちゃん好き、可愛らしい。最近くちゃくちゃっと顔をしたね、ブルドッグなんていうのもね、めちゃめちゃもう愛くるしくて飼いたいなと思ってるんですけどね、なかなかね今飼える環境になくてなんかねっていう話なんですけども、あれもね、犬を可愛いとなんだろう、思いたいというか可愛いと思ってるからなんですよ。そもそもが犬を見て可愛いと思うんですよね。で犬のことが全然興味がない方というか嫌いな方とか、昔ちっちゃい頃に噛まれてそれ以来犬見ると蹴っ飛ばしてやりたくなるんだよねなんと思ってる方とかだったら、もう全然もうねそもそもが違うんですよね。僕は犬を可愛いと思ってるから可愛いと思うんですよね。なんか言ってることが分かんないかも分かんないんですけど、そういうふうに人と人対人とはもう全く違うわけですよ。育ってきた環境が違うでしょ。でその育ってきた環境の中でいろんな人と出会って、いろんな価値観に触れて、そしていろんな選択をして人生生きてきてるわけですよ。目の前の人がね2人でいた場合ね。でこっちにも私にもありますよね、生きてきたその環境の中で。で犬を可愛いと思うのか思わないのかっていうことも含めてね、石を見て綺麗と思うのか思わないのかっていうことも含めて、もう全く違う対相手がいる中でそことぶつかり合うわけですよ、人間関係っていうのは。ぶつかり合うっていうのはちょっと大げさな言い方かもわかんないけどもね、初対面同士とかだったらもう戦いみたいなもんですよね。ぶつかり合うわけですから。だからなかなかねここの面はなんかお互いのその意見がなんていうのかな、寄り添える、ここのそのなんだろう、石の面については、このね石についてはちょっとねこう喋ってると15分ぐらいすると相手もそうかもね、なんか綺麗に思えてきた、石っていいねっていう部分で石についてはねその寄り添える部分があるかもわかんないけども、こっちの面2つ目のことについては犬のこととかペットのことに関してはもう絶対向こうが譲らない何かがあったりするかもわかんないじゃないですか。だって昔ちっちゃい頃に足噛まれてんですから僕がいくら犬可愛いよなんて言っても噛まれた経験がありますから、もうそこは寄り添えなかったりとか、そんな感じでものすごくもう一つ一つに全部に対してそう思うそう思わない、これはそう思うそう思わない、僕はこう思うけどね相手はそう思わないとかね、もう全部があるわけですよね。今台風来てましたけど、台風一つにしても怖いよねっていう方もいれば、いや全然そんなこと思わないんだよねっていう方もいたりとか、今日は天気いいねっていう捉え方をする方もいれば、いや今日は暑すぎるわっていう方もいたりであるとか、もう一つ一つについてね、例えば朝起きてなんだろうね、細かい話になりますけどもね、歯ブラシに歯磨き粉なんでそんな話になってるのかわかんないんですけど、歯ブラシに歯磨き粉つけますよね。でその歯磨き粉の量が例えばちょっとつける人とめちゃめちゃつける人っているとするじゃないですか。つけるつけないでもいいのか、歯磨き粉をつけないんだよね、私はつけるんだよね、いや私はちょっとだけなんだよね、私はいっぱいつけるんだよねとかって、もうそんな細かいところから言えばもう全部あるわけじゃないですか。それがもう24時間言えば365日、それが80年生きると80年もうずっとあるわけですよ、毎日ね。そら合わないですよ、基本は。だから合わないよやっぱり、なかなかね、こっちの部分は合うけどこっちの部分は合わないよねっていうことがあるんで、人間関係、何の話をしてるのか分かんないですけど、人間関係っていうのは大変なんだけども、だから人の倍返しっていうことが一つ、そして無視ができるんなら無視をする、そして3つ目なんですよ。今日3つだけなんですけどね、人生を劇的に好転させる方法3つ目、
好転させるためには人間関係を好転させると人生が劇的に好転するよ。じゃあ人生を劇的に好転させるためにはどうするのかっていうと3つある。1つ目が、幸せの倍返し、2つ目が無視をする、そして3番目が役者を演じるってことなんですよ。これも効きます。これも訓練が必要ですし、努力と言っていいのかどうなのか分かんないんですけども、ちょっと時間かかるのか分かんないけども、どの役を演じますか、その人の前ではってことなんですよ。これもね結構効きますよ。今僕こうやって喋ってるじゃないですか。これ YouTube の前 YouTube として喋ってる僕がなんですよ。僕はこれを演じてるんですよ。 YouTube で喋る僕を演じてるんですよ今はね。普段はこのテンションじゃないし、この喋りでもないんですよ。喋りに関してはあんまり変わんないし、考え方とかっていうのは全然変わらないんだけども、言ったら演じてるわけですよこれっていうのはね。どの役を演じるのかってことなんですよ。これね結構効きます。で役者の方とかっていうのは、テレビを通して見てるでしょ。でいろんな役やるじゃないですか。弁護士の役をやるかと思えば殺人者の役をやる場合もあるし、でいろんな役をやるたりするわけじゃないですかね。消防士の役やるかもわかんないし、レーサーの役をやるかもわかんないしでその都度役を演じてるわけじゃないですか。でそれに私たちは魅了されて引き込まれて感情移入するわけじゃないですか。かっこいいよね弁護士って。で弁護士を目指す方もいるかもわかんない。でも次の映画とかドラマではヤクザになってるかもわかんないね、わかんないですよね。そこに引き込まれるわけですよね。いろんな顔を持ってるんですよ。どれが本当かはわかんない。どれも本当なんですよね。そんな感じで人間関係を改善させたいんであれば、その方の前で私は今は、どの役を演じますかってことなんですよね。A 部長の前では B というパターンの私で行こうって決めちゃうんですよ、ね。もう A 部長のことは本当はものすごく嫌いなんです。 A 部長ね、会社の中で A 部長がものすごく嫌い。私に悪口は言わないのかもわかんないけども、なんかするごとに私をのことを否定するじゃないけども、頭ごなしに押さえつけようとするみたいなね A 部長がいたとする。で私は今までそれに対してね反発してたね。なんでなんだろうっていうことですよね。で怒りも湧いてたね。シーコちゃんにはいつも甘い顔してみたいな、あの子の方が可愛いからなのかなみたいなことを思ったりであるとか、本当ねもう怒り浸透してたわけですけども、なかなか私が怒っちゃってると A 部長もなかなかねもっとヒートアップするかもわかんないし、なかなかこのバチバチしてるのがなかなか収まったりしない。じゃあその時はどうするのか。無視をするのか。無視はできないですよね。毎日そこにいるわけですから A 部長はね無視できない。幸せの倍返しでもいいね。 A 部長が幸せになりますように、幸せになりますように、 A 部長の幸せなことがもっと私にも起きますようにみたいなね起きるかもみたいなことを思ってもいいんだけども、もう一ついいのはね、もう演じちゃうってことですよね。もう演技だと思うってことですよ。 A 部長の前では私はよいしょするパターンの役でいこうかみたいなことですよね。するとね初めはちょっと難しいかもわかんないけども、これ慣れてくるとね結構ね楽なんですよね。もう演技ですから、これは言えばもう役者になったつもりで A 部長の前ではA 部長を持ち上げる、B 子でいこうみたいなわかんないですからね。そんな感じで何かあることにいやーすごいですねみたいなね、大げさにするとまたねえらいことになっちゃうかもわかんないけども、今まで噛みついてたのにそうですよねっていうことにしてみたら、A 部長さすがですねっていう、その通りやってみますみたいなことでね変わってくると、急にね A 部長の方もあれっていうことになってくるわけですよね。惑わされるんですよね。先ほどの私たちが映像を通してその役者の演じる役に魅了されるのと一緒で、あなたが演じてる役に A 部長も魅了されてくると、 A 部長のやっぱりね判断、考え方、あなたに対する行動、捉え方、口調、言い方全部変わってきます。するとね改善していくんですよね。そういう感じで A 部長に対してはこのパターンでいくけども、同僚のこの子の前ではこのパターンでいこうとか、もう全部でねもう役変えちゃったらいいと思うんですよ。しんどいと思ってる方はみんながみんなこれ別にする必要ないと思うんですよ。素のままで言ってもいいと思うんだけども、なかなかねその親子の人間関係
じいちゃんばあちゃんとの人間関係、子供との人間関係って結構難しかったりしますから、その都度ね演じる役っていうのをね決めてみて、この子の前ではこれでいこうかなとかね。でその役を決めちゃうと、ただね気をつけないといけないのは、役を決めちゃって途中で役を変えるとなんだこいつはっていうことになって、もっと反感食らったりする場合もありますからね。この辺はね役を決めちゃうとその役でいかないといけないんだけどね、ずっとね。だからそれがしんどい方は、一番の幸せの倍返しがいいかもわかんないですよね。結構僕3番って好きだったりするんですけどね、コロコロ役が変わってるとね、逆に相手から不信感しか残らないなんていう話もありますからね。なかなかテレビの今ドラマとかだったら、日本のドラマだったらもう9話とか、10話も最近ないですよね、日本のドラマだったらね。本当それこそネットフリックスとかだったらシーズン10ぐらいまであったりして、ものすごい長いですけども、シーズン10まであったとしても役柄ってそんな変わんないじゃないですか。コロコロ変わんないですよね、その人の役柄って。だからずっと見てられるんですけども、あれが1話1話人間性が変わってたらもうしんどくて見てられないですよね。そんな感じで3番の方法、役者を演じるっていうのはコロコロ変えてるとね、不信感しか募らないから、その辺は気をつけてもらわないといけないんで、おすすめは1番かもわかんないですよね。だから今日は長くなっちゃいましたけども、人生を劇的に好転させる方法ということでお伝えした。で人生を劇的に好転させるには、人間関係を改善することによって人生っていうのはやっぱりね、好転していきます。これはもう間違いありません。じゃあ人間関係を好転させるためにはどうしたらいいんだっていうと、まずその方の幸せの倍返しを願う、ね、そして2番目は無視をする、そして3番目は役者を演じるっていうことなんですけども、おすすめは1番かもわかんないですよね。ということでね、今日は長くなってしまいました。本当にね、クリソコラのお話からね、とんでもなく長くなっちゃいました。でそういうふうになんていうのかな、自分自身を落ち着けたりであるとか、その相手の幸せの倍返しを願う時とか、何かね心穏やかになりたい時っていうのとかいうのは、もう石っていうのはものすごく便利な便利ツールなんですよ。特に今回のクリソコラ、ブルー系の石とかグリーン系の石っていうのは、気分を落ち着けてくれる効果っていうのがもう如実にありますからね。クールになりたい時、ね、シンプルな気持ちになりたい時、ニュートラルな気持ちになりたい時っていうのはクリソコラを、ね、握れる子は握っていただいたりであるとか、別にベッドサイドに置いといて見つめながらね、今言ったようなことを考えてもらうとかするとね、やっぱりね、入りやすい、もうほんと儀式をするためのツールだと思ってもらったらいいですね。インディアンが儀式に使うツールみたいなねことを石はね思ってもらったらいいんじゃないのかなと思います。それぐらい便利なツールが石です。でクリソコラっていうのは今日お話しした言った内容に即した石ですからね、もう絶好のツールですからね。これはね、本当何点かお持ちいただいてたらいいんじゃないのかなと思いますね。でできることならね、現物を見に来ていただいて、そして手の上に乗せてね、エネルギーを感じて楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思います。それではね、今日は本当長くなってしまいましたけども、この動画のチャンネル登録がお済みじゃない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただいて、そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そして質問なりコメントなりがあればどんどんね送っていただければいいと思います。それではね、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。